こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。大時空振動によって平行世界が溶け合い誕生した多次元世界が舞台となる第2次スパロボ Z 破壊編を攻略していきたいと思います。元軍の特殊部隊所属で父親の事業失敗による多額の借金を抱えた主人公クロウ氏がテロリストの襲撃に遭う場面から始まります。まず破壊編の動画第1弾では物語の流れや機体紹介をしつつ後半から本題に入っていきたいと思います。ここでクロウ氏がアクシオン財団第13防衛研究所の責任者であるトライア氏と出会い戦場へ赴くことになります。破壊編ではラボで開発中であったブラスタが主人公機となりテロリストに立ち向かう形で物語が展開していきます。勝利への道は見えてる。ゲットレディーゼー。バカだ！テロリストを殲滅したところで破壊活動を行う謎の怪物次元銃が来ます。ブラスタは対次元銃用に開発された機体ということでありリミッター解除後早速武装が追加されます。やばいな、ちっとばかし読みがずれてきた。お前らは存在自体がノーサンキューだ。アサルトコンバットパターンファイズ。ターゲットを中央に固定。そのまま速やかに火力集中。最後は中央突破。呆れるほどに有効な戦術だぜ。第1話でいきなり登場するのがウィングガンダムのウーフェイシというのも破壊編の魅力であります。見るな。これでどうだ。
パロボのシェンロンガンダムといえば使用できる機会が少ない印象の機体ですが、破壊編では第1話から登場してきます。この次元銃ですが底力を覚えており、初見でプレイしていた時に後半戦になるにつれて倒すのに苦労した力のない者がうろうろするな。うろうろするな。スパロボの主人公では珍しい多額の借金を抱えた状態からスタートするという苦労史で、借金返済も物語の重要なテーマとなります。トライア氏が借金を支払う代わりにクロウ氏がブラスタのテストパイロットを引き受けることになります。借金が改造資金に直接関わることはないのですが、物語の一つの楽しみとして動画でも取り上げていきたいと思います。そのクロウ氏の初任務ということで、ブラスタの性能をアピールするという企業の目的のもと AEU の新型モビルスーツを狙いますが、クロウ氏が乱入しようとしたところで、新規参入となるガンダム00から切ない不正英氏が登場します。エクシア、目標を駆逐する。早速エースでスペシャルなコーラサワー氏のイナクトに仕掛けていきましょう。そこをどけ。なかなかのもんじゃねえか。褒めてやるぜ。貴様、俺が誰だか分かってんのか。エクシア、会議成功。英雄のエース様のお通りだ。俺はここだ。いずれは全ての軍を解体させる。こいつはラッキ目標対象確認。攻撃を開始する。俺はエースなのに。俺はスペシャルで異世界で模擬戦なんだよ。切り払いをされた時、原作と違いエクシアに一矢報いるかと思いましたが、2000回で模擬戦の名台詞を聞ける結果となりました。敵の増援が出現してきたところで、ロックオン氏がデュナメスで登場し、今後活躍させたい人物の一人でもあります。こっちの射程に入ってんだよ。ミスにつけ込まれた。もらったぞ。
問題ない。ここから巻き返すぞ。機体スペックに圧倒的な差があるはずなのに、1撃目から攻撃を当ててくる意外性に驚かされたリオであります。回避率に影響する運動性は110で DO と40の差があり、また命中に影響をする照準値には敵、味方ともに重要な数値となります。直撃を許すとは情けねえ。なるべくならたくさん当たれよ。なんだ今の攻撃は。こっちの射程に入ってんだよ。ことが初陣でリオの攻撃を2発も食らってしまったロックオン氏ですが、叩き落とす。ここから全力で狙い撃っていきたいと思います。攻撃っての分かってねえな。準備完了。準備完了。よっしゃ張り切っていこうぜ相棒。ロックオンストラトス狙い撃つぜ。次はドイツだ。バカだ。デュナメス目標を狙い撃つ。狙い撃つぜ。狙い撃つ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 ぜ。次はドイツだ。三大国家陣営の戦力を叩く。ダメだ。また戦闘後にイオリア・シュヘンベルグによるビデオメッセージイベントも組み込まれていました。紛争行為をする者、引き起こすまたは拡大する原因を作る者、幇助する者すべてに対して武力を持って介入するのがソレスタルビーイングの理念でありますね。次に敵として登場するのがオズのライトニングバロンことミリアルド・ピースクラフトこと外伝では恩大将でもあったゼックス氏です。ターゲットロックオン。破壊する。リオを一気に撃破していくヒーロシとウィングガンダムの登場となります。勝負だ。ガンダム01。これで終わりだ。敵の攻撃を回避。あとは自己の判断で行動する。排除開始。
ちを本気にさせたいらしいな。ゼクス氏と戦闘後、WO から新たに注目していきたい方が到着されます。ガンダムだ。なんだって。俺がガンダムだ。ではまずゼクス氏ことオン大将との決着をつけていきます。私の挑戦を受けてみろ。ガンダムのパイロット、お前の生体反応のデータを取りつつ神の国への引導を渡してやる。回避行動をする。任務了解。直ちに敵機を撃墜する。応援戦域から離脱する。次は破壊編でも名台詞を期待したいフラッグに乗る乙女座のグラハム・エイカー注意ですね。抱きしめたいなガンダム。俺はここだ。あのフラッグ何者だ。私の期待を傷物にした報い必ず受けてもらうぞ。あのフラッグ何者だ。ガンダム、私を失望させるなよ。この間合い、君の吐息すら聞こえてきそうだ。やはり標的だテスナ。ここが正念場だ。指揮官を狙い撃つ。ガンダム、次はどんな君を見せてくれるのだ。シールドを使って。ガンダム、今日は負けを認めよう。敵とはなりますが今後の登場に期待したいグラハム・エイカー注意でありました。戦闘終了後、ソレスタルビーイングに捕まったクロウ氏ですが出資者でもあるワン・リュウミンジョウが合流します。ではそのときめくグラハム注意のためにも早速エクシアをフル改造して全力の武力介入を行いたいと思います。近接戦闘がメインのエクシアなのでカスタムボーナスによって格闘武器の攻撃力がプラス500されます。さらにフル改造をしたボーナスで射程を1伸ばし武器をフル改造することで最大攻撃力が5900となります。AEU とレッドショルダーの部隊が現れたことで
ソレスタルビーイングとウィング勢が共同戦線を行うステージとなります。ではフル改造されたエクシアで紛争根絶のため全力の武力介入を行っていきましょう。そこか。ミスか。痛いな。今作では命中と回避率に関わってくる地形適応ですが、空の適応が C のスコープドッグに乗るキリコ氏。底力レベル9を発動し、なんとかエクシアに対抗しますが、戦場はどこでも変わらない。切な F 制御武力介入を開始。機体を捨てる。圧倒的な性能差の中、攻撃を当てるのはさすがのキリコ氏でありました。当ててみせる。あんな野郎と当たるとはついてねえな。貴様一人にそう手間はかけられねえんだよ。やはりガンダムならばガンダム X 武力による介入行動を行う。そこをどけ。目標を駆逐せ。こうどけ。目標を駆逐せ。目標を駆逐せ。どけ。これ以上無理だ。脱出する。どけどけ。ガンダムの力確かめている。エクシ回避成功。じゃあ目標を駆逐する。目標を駆逐する。ここまでか。邪魔をするな。エクシアー。ダメだ。ガンだガンだ。エクシア目標を駆逐する。なんだー。バカだ。俺はガンだ。そして本日のラストの相手となるのは、まだ不死身の異名がついていないパトリック・コーラサワー氏となります。俺が誰だか分かってんのか。エクシア回避成功。いずれは全ての軍を解体させる。俺がガンダー。なんじゃそりゃ。ガンダ。俺はスペシャルで異世界で模擬戦なんだよ。武力介入が終了し、ここでソレスタルビーイングとは一旦お別れをしてエリア11に向かいたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。破壊編を駆け抜けていきたいと思いますので、次回もまたよろしくお願いします。